乗り心地をふわふわで快適にしたい。お小遣いでコスパよく高品質にしたい。最高なサイクリングがしたくて。テスのシートポストサスペンション。太さは 30.9 ミリ。アリエクで約5000円でポチれました。NCX と迷いましたが約半額です。質感はとても良いです。高評価レビューと販売点数も多かったです。コスパな自転車につけるには安くてめっちゃ良さげです。上下で挟み込む通常の櫓です。メモリがあります。そこに硬さ調整があります。24センチ。レールまでは11センチ。純正と比べると位置が高くなります。重さは 910g。純正は 340g。約500のペットボトル1本分重くなります。マイナスに回すと柔らかくなります。少しだけ引っ込んだところにしました。30.9 ミリなのでシムなしでつけられます。一番柔らかくしてるのに少し硬い。体重を支えるのでこれくらいでしょうか。プラスに回すと硬くなります。奥に引っ込む感じになります。ピクリともしません。これだとただの重たいシートポストになりますね。サドルが水平になりません。これ以上ネジが回らないので前側を下げられません。サドルによっては角度の調整が難しいかも。このサドルでは前側を下げられました。前後の位置は後ろ寄りになります。レールのバネ位置の限界です。普通のレールであれば問題なく調整できます。シートポストは最大に下げた状態です。ここの高さとサドルの高さでこの時点でつま先立ちになります。サドルのレールまでは約11センチ高くなります。クランク軸の中心からは約65センチです。身長170センチなのでペダリングしやすい位置です。バネとサスペンションでダブルでめっちゃふわふわです。体重100キロのデブでこれくらいのふわふわですが、平均体重の人はここまでふわふわしないかも。残念。舗装路はこんな感じの道を走ってみます。未舗装路はこんな感じになります。思ってたより動いてない。舗装路ではあまり効果がないように見えます。サドルのサスの方が動きがいいです。乗り心地はサドルだけの時とあまり変わらないかな。ただペダリングの力が逃げるので舗装路ではこれくらいで良いのかもしれませんね。未舗装路ではめっちゃ動いてくれます。サドルのサスと相まってふわふわです。突き上げ感や小刻みな振動も感じません。お尻へのダメージが激減しました。
最高です。段差だとさらに稼働してくれます。スローで。おお、エクセレント。舗装路での微振動の蓄積はサドルのバネで、段差や荒れ地はサスペンションで和らげそうです。AI に聞くと NCX の方が高品質で動きも滑らかだそうです。余裕があればこっちの方がいいかも。シムなしでぴったり系がおすすめです。汚れが付着しないようカバーが必要になります。カバーは付属してないので別途200円で購入。もし汚れがつくとまともに動かなくなりそう。少しメンテが必要になりそうですね。メロカサスペンションステム、アリエクで約5000円でポチれました。他の製品に比べて高コスパでした。質感が非常に良いです。付属の六角でバネを簡単に変えられます。左から柔らかい順です。ハンドルアップステム 138mm、 他にも短い 123mm や長い 185mm もあります。約1700円。138mm で10センチアップできるようです。質感は悪くありません。209g 余計な重さが足されます。間に入れるだけなので簡単です。あとは戻すだけですがケーブルの長さが足りない。仕方ないのでステムを外して取り付けました。5センチ上げました。もう5センチで10センチまで上げられます。短い 123mm にすればよかったかな。20g 軽量だったのに。何の？まあもっと高くもできるのでよしとします。5センチ上げるとケーブルの長さが足りません。ケーブルが引っ張られます。ケーブルは交換になりますね。電動ならではの配線は問題なさそうです。割と余裕があるので引っ張れば出てきます。シートの位置は最大に下げてますが、それでも高いので前傾になりすぎるので、中年のデブには恐怖でしかありません。怖いです。それでハンドルを上げたらめっちゃ楽になりました。初期状態で入っていた青いバネは柔らかくて最高ですが、ここでもさらに前傾になってたんですよね。ハンドルが下がった状態ですが、めっちゃ吸収してくれてる感じがします。うわー！微振動も吸収してくれてるようで腕が疲れません。びっくりするくらい快適です。未舗装路ではさらにびっくりします。腕へのダメージが激減します。
びっくりクリクリクリックリです。やるじゃないか。ふわふわして最高。サイクリングがめっちゃ楽しいです。上りの段差でもアシストとサスペンションで楽々です。おお、スプリングを変えてみます。一番硬い緑にしてみます。交換が非常に簡単です。何これ、スプリング変えただけなのにめっちゃ硬い。本格的なオフロード用でしょうか。こんなに変わるとはびっくりです。一つ柔らかい赤にしてみます。いい感じの硬さです。青は体重を乗せるとステムが下がりましたが、赤は体重を乗せてもステムが下がりません。高さを維持しつつ振動を吸収してくれてます。もう5センチハンドルを上げようとしてたのですが、これならこのままでも良さそうです。快適ポジションです。未舗装路では動きがハードになりました。青はふわふわでしたが、赤はクイックに感じます。かといって不快を感じるほどではありません。未舗装路では赤の方が良さげでした。赤はマウンテンバイク向きでしょうか。スポーティーな感じがします。好みに分かれるかな。青の方がふわふわして好きです。体重100キロの荷重を和らげてくれます。やったね。決して安くはないですが、5000円にしてはクオリティが高いです。腕の疲労が激減しました。シートは一番下に下げてつま先がギリ届いてます。ハンドルを上げたので前傾にもなりすぎず、お尻と腕への荷重もいい感じに分散され、ふわふわで最高な乗り心地となりました。スマホを破壊しちゃったよ。ゲゲー、マジかよ。俺の17万4800円が。シートが上がったらペダリングはしやすくなりましたが、止まるたびにつま先立ちやシートからお尻を下ろすのが分かってはいたけど、こんなにも面倒だったとは。慣れるしかないですね。サスペンションでふわふわにはなりましたが、お尻の痛みがなくなるわけではありません。段差や凹凸での蓄積を和らげてくれる感じです。お尻への圧までなくなるわけではないので、過剰な期待はしない方が良いです。でもないよりかはだいぶマシになりました。ハンドルサスペンションで腕がふわふわ。前傾姿勢で腕と手の痛みが半端じゃなかったんですが、段差や凹凸はもちろん小さい振動まで和らげてくれる感じでめっちゃ最高です。これはあった方がだいぶマシになります。もうお尻と腕の痛みがだいぶ和らいだので、100キロの体重を少しずつ減らしていけそうです。あまり乗ってない自転車だったので、乗り換えるにはもったいないなと思い、コスパよく乗り心地を快適にしてみました。街乗りでの段差や凹凸などにはさらに良さそうです。
中年デブの俺には必須アイテムでした。まるで俺のためにあるアイテムです。電動だと華麗に追い越すことができます。本日の気温は36度とめっちゃ暑いです。アシストなしではペダリングできない暑さです。先ほどから滝のように汗が流れ、脂肪が燃焼してる気がします。まずは100キロのデブから90キロのデブへと進化することからですね。